北口に集中してる感じ。南口もあんのか。恵比寿っていうところがやたら出てくるの。あ、めっちゃええやん。ここがメイン通り。はい、なんか昔は女人禁制だった。ああ、恵比寿あったあった。あ、いいじゃないですか。ああ、いいですね。いいですね。すごい。奥にはないのかな。奥あった？奥、はい、テーブルはありますけど、なんかいっぱいっぽい。いっぱいやな。いっぱいっぽいですね。だいぶ混んでるな。ね。ちょっと一回でも奥まで行ってみる。一回。はい。いいですね。うわ。ここも立ち飲み席あるやん。ここシャレバー。ここええな。そこもなんかシャレ。あっちもおしゃれテラスあるやん。あ、こっちもある。あ、西荻ええな。どこまであんのやろ。この奥はちらほらって感じか。ちらほらって感じか。やっぱでも7時とかやからやっぱ混んでるよな。そうですね。ピークに近いんかな。さっきの恵比寿はちょっと人いっぱいやったもんな。ね、ちょっと人引いてから行きたいですね。ちょっと何軒目かにしようか。渋い喫茶店。紹介。なんか暮らしやすそう。喫茶店ええかネタ書くタイプの喫茶店あるやん。さっきのおしゃれな店で1軒目とりあえず飲む？こっち出航します。いいですか？ここめっちゃええ。ここええやん。この席。あれここって席ちゃうんかな？席なんかな？ここって飲める場所ですか？こっち？これテーブルですかこれ？あ、テーブル。あ、じゃあここで。こっちでいいですか？あ、はい、ありがとうございます。はい。さて西荻窪飲み歩き1軒目サレサイド酒場さんにお邪魔しておりますけれどもですね、ちょっとラテン系の雰囲気漂うお店のテラスなんですが、これパッと見ると泥生姜サワーとか泥ハイボール、泥モスコミュールとかですね、この泥系のやつが目につくんですけど、これ泥って何やろって考えたらですね、見読んだところですね、泥生姜、高知県産の栄養たっぷりの生姜であると。でその生姜をシロップにつけましたって書いてますんで、その泥生姜のシロップ漬けのやつをお酒に入れてる感じだから泥って感じなんですよね。これちょっと気になりますよね。泥ハイボール引くかせっかくやし、泥ハイボールを2つ。これ泥ハイボールって普通焼酎のハイボールってことですか？普通に。あ、はい。そして食べ物の注文っていうか注文行きましょう。こちらのお店ですね、お酒に合うような食べ物がいっぱいあるんですが、まずちょっと上の方見えましょうかね。もちろんここに書いてある以外のものもね、なんか黒板とかにも書いてあるんですが、このいいですね。ドライナットとかもいいですね。でミックスナッツとか普通にあるでしょ。で何のひねりもない落花生、こういうのも意外とありがたいですね。でフレッシュザーサイっていうのも気になりますよね。ザーサイのフレッシュなやつ美味しいですもんね。シャキシャキっとしたやつね、あれ美味しいですよね。で冷やしトマトありがてえ、味噌マヨきゅうりこれもありがてえ、全部これ350円とかね、リーズナブルなお値段なのもすごいありがたいですよね。でポテ玉サラダとか薬味やっことかね、酒飲みが好きなやつがよくあるんですよ。これがでアボカドあさりキムチあえ、これあんまり見たことないけど美味しそうですよね。はい、でキクラゲごまだれ、いいですよ。ネギトロいぶりがっこやっこ、いぶりがっこやっこですよね。言いたくなるやつですね。そうしてほらカニ味噌グラタンとかもうまそうですよね。でフレンチフライ、もうフレンチフライはずっと好きで、カーリーブルストベルリンの B 級グルメですって。なんかこういうのもあるんですね。でマダラのフィッシュ&チップス、これ好きです。でそして私大好き厚切りハムカツと卵サラダで、ブラジルの揚げパイとかね、で静岡の黒はんぺんフライとか、結構本当にヨーロッパの方の料理から日本のおつまみまでいろんなもう
国籍関係なくお酒に合うものをたくさん集めましたよみたいな、そんな感じですね。さてこの中からブラジルの揚げパイ、パステウ、マダラのフィッシュ&チップス。はい、中市多分向かってるって言ってるから、ね、多分20分ぐらいで着くんちゃうかな。はいはい。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ここタバコ吸っていいんですか？はい。あ、やった、ありがとうございます。お疲れ様です。の生姜？あ、ほんまや、ちょっとジンジャー入ってる。あ、だから濁ってるから泥なんや。あ、うん、うまい。うまい。あ、なるほど。この泥ハイボールがね、生姜のシロップの入ったハイボールで別に甘すぎないんですよ。すっきりしてて、このテラス席にぴったり。最近なんかカメラに関するもの買いました？買いました。同時に出たやつ。同時じゃないで、あれマイクロフォーサーズやね。S5 M2X ってやつを買って。サレサイド酒場。どういう意味なんや。どっち口？北口？こっち北口やんな。でもさっきのエディスがもともと南口にもあって、南口が女人禁制やったから、北口にも作ってほしいって言われて、北口は女性が入ってもいいみたいな。へえ。まあ男子だけっていうのはまあ昔の話やろうけど。じゃあ本店というものが南口にある。そうなんちゃうんかな。じゃあそっち行ってみましょうか。はい。ありがとうございます。めっちゃうまそうなんやけどこれ何頼んだんですか？ブラジルの揚げパイ。あ、ブラジル語なんや。サレサイド。そうやな。サレサイドってことはサレが駅なんちゃう？駅の横のバーってことなんちゃう？あ、スペイン語や。スペイン語。出てくる？あ、出口の横って言ったら。出口の横か。南口とか。ああ、なるほど。これは？あ、中市7時50分ぐらいやって。はい。それを箸置きに使ってください。落花生が箸置き。ダメどんな感じ？おお、いいねいいねいいね。ちょっとサルサソース。めっちゃ玉ねぎ入ってるから多分無理ですね。あ、この玉ねぎはいけん。めっちゃシャキシャキですやん。それはいけん。こういうのにつける場合いけん。うわ不思議。あ、うまっ。あ、うまっ。ミートパイのタコス寄りな感じやね。うん。うまっ。タコスや。あ、はい。フィッシュ&チップスってなんかいいよな。なんか俺このフライドポテト、永遠に好きなんやけど、これおっさんってそんなフライドポテト子供が好きって言いますもんね。フライドポテトってほんまに好み分かれるじゃないですか。太さやろ。俺はもう細い方が好き。ああ、僕もです。カリカリの方が立ってご飯食べるって行儀悪いじゃないですか。立ち飲みの文化っていうのは行儀悪いの中に入るんですよね。行儀悪い入らんやろ。酒は入らん。飲み物やから。いや家でその本来座って食べれるとこやのに、立って飲むのが行儀悪い。立ち飲みっていうお店では別にいいんじゃない？冷凍食品を買ったんですよ。中華の本当にパウチされた酢豚とかホイコーローとかで。パッて見て1食198円って書いてたんですよ。あ、めっちゃ安いなと思って2つ買ったんですね。レジ持って行ったら1000円ですって言われたんですね。えってなって、いやいや1食200円じゃないんですかって言ったら、2、3食入ってんやろ。そうなんです。それ分かるよ。それは。いや、それは。それじゃない。よう見てなかった。確かに。でもそのものの値段はバンってあったわけやろ、だって。いや、多分絶対あるよ。絶対あるんですけど、もうそんなんよ見ます？いや、まずそのものの値段見るやろ。だから多分1食198円がでかく書いてたんですよ。で僕後から見に行ったら、あ、1食198円でパッケージには2食分入りって書いてたんですよ。いや、だけどそれ1食198円しか書いてなかったらあれやけど、そのものの値段絶対ちゃんと書いてるやん。1食分って書いてる時点でさ、1食分じゃないんやろなって思うけどな。それはちょっと。いや、ほんでもうパウチに入れてるからギュンってしてあるから、1食分ぐらいの量なんですよ。見た目が。そういう時って思っ
ったもんより思ってたのに、あれこれよくあるじゃないですか、もうセールセールセールここちゃいましたみたいな、はい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 。その時レジ持って行って、これは違いますって言われた時、じゃあやめますって言えます？言える。あ、言えんねや。僕余裕はない人なんですあ、じゃあまあそうですよね。あ、来た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 。お疲れ。お疲れ。またモスバーガーで迷ってました。なんでなんですぐモスバーガー行くん？あ、なんか頼む。お酒をもう一杯飲んでから移動しようかっつって言ってんだけど、頼む。お、生ジョッキ。だるまのハイボールどうかな。はい。だるまのハイボール2つ。涼しいよね。ここにピーナッツ落ちてるんですか？でこれ箸置きやないって。箸置き。なんかピーナッツ1個ずつ。そうやね。ありがとうございます。高円寺飲み初めてです。これ高円寺じゃないやん。ここどこですか？あ、これ西荻。運転手になんて言ってる？はい。はい。お疲れ様です。美味しい。なんかコメントでなんか親子みたいな。いやいや、いやまあ確かにもう普通に離れすぎ。年齢差考えたら全然娘でおかしくないからさ。そうですか？そうじゃない？俺45 49やろ。だから15で、 20歳の時に産んでたら、あ、そっか、そうなりますね。20歳どころじゃないんじゃん。20歳どころじゃない。24、5の子やったらこうなってるわけやん。24号で子供産んでこんなことそうやで。だって多分普通に、まあ、娘でおかしくないんよ。娘と一緒に飲んでるってこと。お父さんと飲んだことないんですよ、まだ。あ、そうなんや。ほんでお父さんはそんなお酒飲まないんじゃない？いや、すごい飲んでるんですけど、お家で飲んでるイメージが強い。晩酌してはんねんな。実家にもあんまり帰ることないから、お父さんに飲もうって誘うきっかけがわからないんですよ。お母さんとも飲まない。お母さんとはこの間初めて家で缶チューハイを1本だけ飲めました。実家にいる頃に家で酒飲んでた。あ、そうか、若かったもんな。実家におる頃は親の前で酒を飲んでなかったわけやんか。その酒を飲んでる自分見られるのにちょっと恥ずない。なんかそうなんですよ。なんか何こいつ一丁前に酒飲んでんねんみたいな思われたら恥ずかしい。乾杯とか恥ずかしくて言えだかない。らわかる。年齢層的には中志の年はその親が兄弟ぐらい仲いいぐらいの世代のイメージがあるから。はい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 。ああ、私もそういうイメージはあります。同級生で。だからみんなで親子で飲みに行ってあーみたいな世代やろってことね。確かに。違う。でもいますよ。お父さんとデートしてくる。よく聞くから。俺ほんまに娘とデートがしたい。結婚とかにあんま興味ないけど、マジで娘とデートしたいね、ほんまに。飛び級しすぎですから。いやでもそうやねん、でも大きなった状態で欲しい。だからもう中志がマジで娘やったらほんまに表参道連れてってもう服を買い与えてもうそれだけやりたい、ほんまに。飛び級しすぎですよね、ちょっと。それだけやりたいねんな、ほんま。でも多分パパ活ってそういうことなんじゃないんですか。いや、パパ活は違うって。パパ活は下心やんか。下心あんの？本当にパパしたくて娘おらへん人がやるわけじゃないやろ。まあ、そういう人もいるかもしれん、もしかしたら。じゃあ本当に娘はそんなことしてくれへんからその切ないパパ活はそうだな。切なさのパパ活はそうかもしれんけど、服屋さんの店員さんとかに若い彼女連れてますねとか言われて、いやいやいや娘やからそれやりたいねん。いやいや娘みたいな、それやりたいねんねんけど、息子は何にもない。息子はもう手厳しく育つから息子は何にも多分殴るし。でももう娘をもう溺愛したいんですよ。息子のキャッチボールとかどうでもいいよ、そんな。別に。なあ、だから70まで表参道歩いてても娘が恥ずかしくないような親父でないといけないんやなっていうのは。だから高田純次さんやったらいいやん。確かにね。高田純次さんお父さんやったらまあなんかダンディーだし表参道一緒に歩くかと思うけど、普通はな、もうあの人おじいちゃんと来てんねやって思われる感じやん。なんだこれチェックの時さ、これやる。なんかこれ時代。え、じゃあ
これチェックでこれマークやるの時代なの。いやでも私もこうでやるんですけど、やり方は分かってないです。どっちが上とかは。いやどっちが上とかないよ別に。なんか締めっていう。いや時代でやってますよ。みんなやってる？大丈夫ですこれ便利やもんな。南口の恵比寿行ってみる。お疲れ様でした。何バージョン？エモバージョン。なんでエモバージョン？なんで。あ、そう。秋を感じてんの。この駅挟んだそうちゃう？あ、西荻って通過駅なんか普通しか止まらへんのかな。ほんまや。西荻南口中通り会。あ、ほんま恵比寿はほんまあった。こっちじゃないんや。これはアーケードなんや。こっちは。いやでも恵比寿行こう。あ、こっちめっちゃ駅前に立ち飲みゾーンあるやん。であれ恵比寿やんな。恵比寿です。そう。恵比寿通りの恵比寿。この通りめっちゃいいやん。この通り最高やん。この席行けるかな。すいません。何名さん3人です。さて西荻窪駅南口の恵比寿にやってきました。まず飲み物ですね。安いですね。もうこの辺は本当に390円とかですよ。本当に安い。白ワインでもだってフルボトル1000円ですよこれ。でウーロンハイとかも400円とかですから本当にありがたい。でねごま焼酎っていうのがあったんで、このね紅乙女っていうやつですね。それをちょっと頼みました。ごま焼酎の、水割り。3人ともそれやったかな確かね。そして食べ物がこんな感じですね。食べ物も安いですね。ありがてえ。これ鶏もも、鶏皮、砂肝100円。鶏もも大串でも220円。でささみねぎまとかもねもう180円230円とか本当にありがたい値段ですよね。イベリコ豚バラ玉ねぎ、ピーマン肉詰めなんかもありますね。そしてこっちは結構レバーガツ軟骨とかね鶏と豚のこのホルモンとかもありますね。おまかせ5本盛りとか日替わりで鉄砲小袋ねチレ結構普通の焼き鳥屋さんで見ないような部位なんかも置いてます。タンは塩とタレどっちがいいですか？俺に聞いたら全部タレになっちゃうけど俺に聞いたら全部タレに俺もうなっちゃう。タレが好きやからじゃあタンだけ塩いってきますか。全部タレで大丈夫。するとチレ。いいですね。なんか日本昔話みたいで。ほんまにすいません。ありがとうございます。はい。はい。お疲れ飲んだことない。若干ごま感あるな。直前からなくなる。その日。タレ祭りやうまそう。何が何か何が当てます何かわからね。ん。大丈夫。はい、何が何でしょうか。これがですね。まあ皮は一番わかりやすいよあ、ね。これかもか。あかん言ってもうた答え。これはタンタンです。ね。これは分けてくれてる。あトンタンやろ。これトンタうン。ん。でこれえ？これ鉄砲ちゃう蝶やから多分ホルモンっぽいや蝶でこれがあれか。鶴。あこれ鶴か。のどやもんな。のど肉さえずりっぽい。さえずりのことなんちゃうのど肉って。さえずり。さえずりって何ですか？さえずりって音のことじゃないですか。さえずりって肉の部位やね。鳥のさえずり。鳥のさえずり。鳥のさえずりって音のことじゃない。いや音のことも言うけど肉の部位もあるさえずりって。へなんか首の肉。え。で
皮、さえずり、鉄砲、タン。それだけお豚さんです。せせりのことをなんかさえずりって言い間違えたりとかしてますけど、まあまあもろもろちょっと一旦スルーしてください。後で気づくんで、まあまあほっといてください。すいません。これはちょっと立ち飲みの醍醐味的な感じやな。立ってないけど。立ってないけど。確かに立ってないけど。私たちがするぐらいのボケをしたのかと思いました。高橋さん。違います。もう香ばしい、うまっ。じゃあタン1個。あ、うまっ、うまっ。いただきます。わあ、気持ちいい。だから多分さ、25やんか、多分25の時に経験してないこと山ほどある。その飲み界隈だよね。飲み会、もう食に関しても。バターはあるやろな、特に。バターめっちゃ変色やし、そうですよね。知らんもん食わへんから、多分20代の時に食ってないのめっちゃある。めちゃくちゃある。牛タンクって初めて食ったの何歳？覚えてないぐらい前です。多分中学生かな、下手したら小学生食ってたかもしれない。僕多分家族で焼肉行ったら食ってた絶対。ああ、へえ。僕完全に21です。ああ、遅いね。20歳超えてから。焼肉はお家で食べるものだったんで。でも福田も焼肉は家で食うもんっていうあれやって、で福田に初めて外食の焼肉食わしたの俺やねほんまにそれこそ19、20歳ぐらいの時に初めて京都の木屋町でブラブラしてて、安い焼肉食べ放題に行こうって言って初めて行ったの、福田と2人で。ほんならやっぱり家の焼肉と外の焼肉って違うのって、まあタレが違うやん。タレが違う。もう福田がびっくりしてそう、タレがうまいって言って。我々世代は焼肉って高いから高い。家でしか食べてへん人いっぱいおった。焼肉とすき焼きは家で食うもん。すき焼きを家で食べてた。すき焼きを焼くって知ったの23ですけどね結構遅かった。なんか前言ってたもんね。鍋的なものがすき焼きだったよね。鍋だった。チゲ鍋、ちゃんこ鍋、すき焼き。並んでます。すき焼き鍋で作ってなかったですよ。こういうただの鍋でジャブジャブ系のすき焼きやっためんつ人だよね。とかなんか醤油とか入れて卵につけることがすき焼き。焼きの意味を考えたことなかったですよ。焼き部分の。じゃあスープさめっちゃ甘辛いんじゃん。甘辛いでご飯最後入れて卵回してみんなの余った卵バシャ入れて閉じておじや。すき焼きはおじやにする家やった。でもおじやにするパターンの家ある。うちも俺うどんしか食ったことないです。うどんね。すき焼きうどん。これさえずりが肉で一番好きなのよ、その鶏肉で。なんか噛み応えもあって味もあるし。あれ、せせりはどこですか？ごめん、違う。それごめん、ほんまにごめん。鶴のことさっきさえずりって言ってたの俺せせりのことで言ってたせせり。こんなとこめちゃくちゃいいな、ここ。うまそう。ほんまや、こっち続いてるやん。待って、この通りよくない？いいですね。韓国料理。西荻めっちゃええやん。青い猫。めちゃくちゃええやん。めっちゃ人入ってる。一食と触発も喧嘩やってんじゃないかと思うぐらい。ノーザンライト。めちゃくちゃええやんこれ。バングラデシュ料理。めっちゃ流行ってるやんここ。めっちゃいいですね。なんかめちゃめちゃいいな。
うわ、この通りもや。うわ、いいな、外で飲む。基本外飲みなんやどこに行っても当たりな気がする。な。なあ。あ、この屋台みたいな席もええな。かわいい。なあ。あ、犬いる。コーナーコリーだ。実家で飼ってます。あ、どうも、こんにちは。あ、いいね。ワンちゃん映していいですか。男のワンちゃん映していいですか。ワンちゃんもう私も映してほしいけど、これもう放送できなくなっちゃう。いや、全然できる。かわいい。この子なんていう子ですか。ノア、ノア。オスで、ノア。男で、ノアです。もうあの子が気になってしゃあないんや。ノア。恋が始まってますほね。んまや。うん、ノア。かわいいね。何歳ぐらいですか。これね、まだ1歳と。あ、1歳ぐらいか。じゃあ若手やな。やば、こいつかわいい。ねノア。え。なっくんやっぱボーダーコリーってやっぱ頭賢いですもんね。そうですね。一杯だけは。でもいっぱいですやん、席。本当？でも中いっぱいじゃない？来年から僕は西荻のライブハウスやるんで、そっち来年来てください。ライブハウスを？ライブハウス西荻のもう歴史あるライブハウスのオーナー変わる僕がやるんで。ぜひぜひ。俺バンドやってるんですよ。バンドやってるんですよ。いや、もうライブやってもらいますわ。ちょっとぜひぜひ。全然よければ。あ、じゃあすみません、お邪魔します。あ、じゃあお兄さんの誕生日友達ってこと？いや、お客さん。僕ここで働いてて、ああ、そうなんや。それでたまたま今日僕ね、厳密に言うと僕昨日誕生日で、あ、本当？で25にも誕生日の人がいて、でそれで今日合同でバースデーやってるんですよ。あ、そういうことね。バースデーイベントやってて、そういう賑やかな日なんですよ。ああ、そうなんや。よろしくよろしく、ぜひぜひ。どこ座ってんの？いいの？大丈夫ですよ、大丈夫です、全然大丈夫ですすみません。申し訳ない。これも従業員なんで大丈夫です。ああ、すいません。お邪魔します。このお店の一番のおすすめです。リンクだと梅酒ワイン。梅酒ワイン。梅酒ワイン。大丈夫大丈夫大丈夫。梅酒ワイン。はい。梅酒ワイン。じゃあ梅酒ワイン。梅酒ワイン3つで大丈夫ですか。ありがとうございます。さあ流れで入りました。こちら西荻窪の燕酒場さんですけれども、美味しそうなねお酒のあてがいっぱいあります。ホタルイカお気づけとかポテトサラダ、柚子白菜とかありますね。下の方はお刺身もありますし、ぶり大根なんかもあるのも嬉しいですね。そして肉、よだれ鶏、桜ユッケ、馬肉なんかもあります。で揚げ物も鶏の唐揚げ、あと豚ゴロ、高知県産キスの揚げ物かな。そういろいろある中で何を頼もうかということでございます。うちのちょっと2種類はちょっとうちっぽい感じでカレーマカロニっていう結構太めのマカロニにそれいこう。カレーマカロニ。カレーマカロニ。カレー粉とマヨネーズやってるやつ。カレーマカロニ大丈夫です。はい、ありがとうございます。ああ、スースーや。これスースーや。美味しい。あ、うま。飲みやすい。ウォッシュで飲むと信じられないスピードで飲んじゃう。めちゃくちゃ強いんや。最高どれぐらい飲んでる？カレーマカロニね。やば。もう終わりだなって感じる。いいですね。もう終わりだなって感じが。どういう終わり方するの？じゃあどっちも演技してるみたいな感じになる。だから男の方は一番そうかめっちゃ美味しそう。うまっ。ああ、知ってる。
めっちゃうまいこれ。この辺で締めでラーメンとあります。ラストボス。ラーメン居酒屋みたいな感じで。あと全部ご案内します。すぐそこら辺もう歩いて1分ないぐらい。お酒も飲めるし、魚介系つけ麺をついて、魚介系つけ麺とあとそれを辛くしたりとかいろいろできる。じゃあそこで締めよう。ラストボスで。荻窪のラスボスで西荻窪ですね。そこはやっぱ違うね。西寄りの23区西の最果ての駅なんで。そうなんや。ここ越えちゃうと吉祥寺だから駅がもう武蔵野市に出ちゃう。そういうことね。23区の西の端っこなんですよ。ここちなみになんかこの辺ってこの締め前のバーみたいな。バーはバーかスナック。温泉タッチの本当にバーだったらエピグラムっていうバーが本当にあってこのバーちょっと本当にザ・バーって感じ。ザバー行くかじゃあ。バイトある。あります。ああいそう。いいね。営業する年齢絶対ないと思うけど今日俺誕生日だから初めての大学今日ってか昨日なんだけどね一応イベントしたらバースデーイベントでシャンパン待って私は何をやってるんだろうかレジをさばいててシャーッと言いたかったのに喋らん貧血でそうなんや。レジがきついのかなあとおでん屋さんここなんですよ。本当に真上でここなんですよ。なんてとこ？エピグラムっていうおあ、エ店。ピグラムね。エピグラムあ、じゃあ行こう。ちょっと開いてるかわかんないんで。あ、一旦ね。真っ暗。真っ暗あ、鳥さん大丈夫です。すみません、ありがとうございます。なんかポールみたいなのありますちょっとこちらのところでしっぽりみたいな感じ。すみません、お邪魔します。すいません。うわ、めっちゃほんまいい感じのバー。お伝えしたザ・バーって感じ。ザバーですねで。すね渋い。バックバーが見づらい感じになっちゃうかもしれない。あ、全然いいです、全然いいです。大丈夫ですか？すみません、お邪魔します。一杯だけ飲ませます。すみません。喜んで。すみません。じゃあ徳井さんの方ありがとうございました。ありがとうございましたちょっといろいろと。お世話になりました。ありがとうございますありがとうございます。めっちゃいいね。そうです。失礼ありがとうございます。何飲もうかな。あ、じゃあジンリッキーください。じゃあ、リキがはいかしこまりました。ジン何か銘柄ご指定ございますか？何があります？ロンドンドライジンのタイプもありますし、あとはクラフトジンって呼ばれるものがここら辺がクラフトジンどれが何があるんですか？クラフトジンで、例えば最近人気どころはエンジそれ。とか、はい。何ですかそれエンジン。なんかそうああいう缶に入ってるのよ。かっこいい。イタリアのジン。ジンデッキってちなみに何で持ってるんですかジンリッキーそうだ。ジントニックより甘くないやつ。じゃあ、私もそれにします、僕もそれにします。みんな合言葉のようにダイエットは明日から今一瞬筋トレしましためっちゃハードな。これめっちゃハードやでこれ。めっちゃハード。ハードいや、最後までいかんなこれ。これ女性が動きもせん女性が片手でついたら飲み代全部無料っていう。えマジですかいやちょっと待ってこれ無理やで。これ無理じゃん。片手ですか片手でなかなかもう動くことすら多分。いやこれ無理やわ。無理ですねこれは、すいません手前に。ありがとうございます。それまでは30ちょいまではこれ飲んだことない味する。あー美味しいそこにライムが埋まってんのか。夏っぽいことしましたキャンプとかじゃなくてまあキャンプはな、ずっとしてるからな。キャンプ以外で夏っぽいこといやはないわ。夏っぽいことしてないな。今年花火手持ち花火もしてないし。あ、俺だからマサさんのうん。関西の芸人さん、トミーズ
でコンビのマサさんの別荘が四国にあって、四国で後輩の芸人たちとマサさんとかで一緒に花火した。それは手持ちのやつ。水着とか着るの？え、もうねいやねっていやグラビアさんじゃないです女優さんやもんね。やるんですけどね、別に言われたら言われたら全然やるんですけど、誰も言ってくれないっていうだけなんですよ。そういうニーズじゃないっていう、ね、それはそういう魅力じゃないっていう、そうなのかな。そこじゃないっていうね、別の魅力ってこと。歌舞伎揚げぐらい色気ないです。どういうこと？歌舞伎揚げて色気ないっていうものの代表なの？渋さに渋さを突き詰めた歌舞伎揚げぐらい、ハッピーターンとかなんかそのちょっと美味しいなんかいやハッピーターンも別に色気ないやろ。やりますよ。なんかハッピーオーラ。だって誰はだって甘い粉をまとってるじゃないですか。うんあれはだから内面は素朴だけど、私こういう顔もできるんだよ代表じゃないですか、ハッピーターン。そうなの？嘘やん。ハッピーターン色気ないやろ。歌舞伎揚げってなんかゴツゴツしてて、いやなんなら俺はハッピーターンやったら歌舞伎揚げの方が逆にこの人裏ではすごいエロいんじゃないかっていう色気は感じるよ。色気あるお菓子代表誰？色気あるお菓子。僕は洋含めってもう全部なったら全ジャンル。ガトーショコラチーズケーキ。洋菓子ね。洋俺菓子ね。はわらび餅。うわ、ちょっと近い。羊羹。羊羹。あ、じゃあ羊羹。ちょっとね。いやでもあ、そうだ。徳井さんたちに渡したいもの。渡したいもの？キーホルダー。キーホルダー。あ。ベビーコーンってあれ何なんですか？たな駅にパソコン忘れた。京都駅の。バターさんって書いてあるから。メッセージが違うの？違う。これバターさんですよ。おほんまや。でこれ徳井さんですよ。いやいや。そっち何なかなかの画伯やな。駅にパソコン忘れました。私が好きな動画。これあれやん。 CK ホルダー。これ何？でも自分たち用に完全に自分用に作ったんですよ。ほら。プラバン？はい。これで私もこうつけてるんですけど、家の鍵に。わ徳井さんとバターさんとお母さんしか持ってない。嬉しい、めっちゃ嬉しい。でベビーコーンってあれ何なんですか？言ってましたよね。キャンプ動画で言ってた。私がバターさんの性格を一番表していると思う一言をタクシーの中で書いてきたんで今日。徳井さんのこの顔、ちょっと輪郭歪んでますよ。めっちゃ左頬がもうすごいエイリアン。これが美味しいもの食べた時のバターさんの顔。口のちょっとクイッて上がってる。バターさんって美味しいもの食べた時意外とめっちゃ可愛い笑顔になるじゃないですか。クイッて上がってる。知らん。ニカーッと笑うんですよ。バターのこと可愛いと思ったことないから。だからこうニカーって笑ってるバターさんにしたんですよ。これニカなんや。ニカ。これがニカの限界なんや。で徳井さんの場合は、そのフルネームで検索して一番爽やかな顔をしてる徳井さん。これが俺の一番爽やかな。これいつの俺やろな。徳井さん史上一番爽やかじゃないですか、なんか。でもこれ知らん、俺分からん。だからいいじゃないいやもう多分最近だと思うんですよ。だけど徳井さん史上一番爽やかで、私が意外と好きだったのはこれですけどね。20代や。じゃあつけよう。めっちゃ嬉しい。ただの自作キーホルダーで、どうですか、この似顔絵。いや似てるか分からないけど、これは中敷きホルダーね。いや似てますよめっちゃ。じゃあこれつけよう。つけよちょっとバター飲まれへんやろ。はい。貸しなさい。はい。じゃあ私も飲みますよ。いい。レビューですか？いや本当に
1個のお酒だったらウイスキーとハイボールとかだったらジャブジャブいけるんだけど、で混ぜたらほんまにあかんのよ。ああそういうことねちゃんぽんだからワイン挟んだりとかビール飲んで日本酒行くとかってなったら急にもうガコッてあでも中しほんまよ全然変わらへんよな。俺結構酔っ払ってるからなんかもうなんかへんって感じやけどへんっつってへんって感じ全く変わらへんよな。変わらん、ほんまに変わらん、すごい。一番強いよね。でもそれで言ったら本当自分でもわからないから酔っ払ってるってことを教えてくれる人が欲しいです。でも朝の5時とかになったらってなります。眠いな。それは眠みやろ眠みでやろそれは。ほんまに帰りタクシーは2人とももうもう向こうで今日何杯やろ。1軒目で2杯いったよ。で2軒目で恵比寿で2杯いった。2杯行きました。あじゃあ1杯いっぱいやろね。次3杯白ワインで白ワイン2杯で5でここで166杯でこんななるって弱いね。中志は平気やん。お母さんも安心だろうな。お母さん安心よ。娘ピンピンしてそうやで。お隣がいやだからほんまさ2人ともさっきから気づいてるかわかんないですけどずっともう困ってる。バランスがもうカウンターなしには維持できない。頭を支えてるっていう娘酒強い、酒強いとね安心よね。そのなんかもう酔っ払ってウェーとかさ男にしだれかかるみたいなのあるやん。それがないからね。それは安心よ。逆に私が急にしだれかかったら面白くないですか？いやそれはもう中志もう帰ろうじゃあ帰ろうそうより大丈夫ですか？でもこれ変に力まなくてキャッてなったらキャッてまだキャッてなるキャッてなったらキャッてなるキャッテなんですか？そのリラックスするとダーンっていくけどキャッてするってなったらキャッてなるちゃんとしなきゃってなったらキャッてなったらキャッてなる何ですかキャッキャッテ何？ギャルみたいな。キャッキャッてなるキャッてしたらいける。そう今日はキャッキャッてそここれいったらどこまでもいけるどこまでもいけるどこまでもいけるの？どこまでもいける朝までとかもいける。いける俺記憶がなくなったことないのはあそうね。本当にもうキャッだ本当にカーかキャーかはっきりしてくれ。キャッ先輩と飲んでるキャッしようってなったらスイッチ本当俺スイッチ先輩と飲んでんねんけどな。もうバターなんか俺のこと先輩と思ってないから。ぜひまたちょっと西荻窪遊びに来てください。ございました。ありがとうございました。あれやねもうほんまに酔っ払いようやねあこのポールが。あでもそうやな。これ助かるねこれ。ラーメン屋教えてくれ。ああ、徳井さん行きましょう。こっちです。ラストやってるはずなんですけど。あよかった。あそこね。あそこのなんか L 字のなんかネオン7みたいになってるじゃないですか。はい。あそこなんですけど。へえ。つけ麺が食べたいどちらも大歓迎みたいな。はい。あそこがもうでつけ麺がおすすめなんですよね。つけ麺とかその魚介系のやつがそうおすすめで。ちょっと待ってください。あ、すいません。いいね。これかな。ラスボス麺。本当だラストボス。ほんまやつけ麺ラーメン串カツお酒過去ボトルキープ。
受け取りましたね。ありがとうございます。いやこれなんかバラエティ番組みたいですね。お邪魔します。はいロフト天井低いんですけあ、もうどこでもいいです、全然。 1.5 階みたいなところがあって、ありがとうございます。はいじゃあまた。いやまた本当に徳井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう。まあ西荻窪また遊びに来てください。またこちらこそ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。お邪魔します。ファンです。ありがとうございます。こんにちは。あ、上あんねや。すごっ。隣のロフトじゃん。すごっ。そしたらこちらの席ではいお願いします。つけ麺は3つで。魚介豚骨つけ麺でよろしいですか？はい。何種類かあるんですか？いろいろある。そうです。ここがつけ麺なんですけど、はいはいろいろ種類あって、魚介豚骨とボスつけ麺は何なんですか？ボスつけ麺は醤油豚骨の背脂が入ってて、甘辛い感じのつけ麺ですね。あー俺ボスつけ麺で。ほい私もボスで。ボツで。魚介豚骨つけ麺で。ほいじゃあそれで。ほい波でいい。涙です。はい、ありがとうございます。少なめにしてください。一つ少なめに。わかりました。はい。そうほんまは今日は一から言うとサザンオールスターズが今年で夏フェス最後ですっていうあ、なったのでロッキンオンジャパンのチケットをなんとか取ろうと思って頑張ってんけど取れへんくってその代わりライブビューイングが日本の国内の300館ぐらいで映画館でライブビューイングしますと。でそのライブビューイングのチケットを頑張って取ろうかと思ったけどそのライブビューイングのチケットすら取れずもうさすがにもう無理かってなって今もう今頃もサザンの夏フェスのラストがもう終わったのそれをなんとかしてみたいと思ってんけどもう無理やったのだからもうラストやからさだから多分映画館でライブビューイングするってことは映像撮ってるからちゃんとなんとか DVD もしくはなんかワウワウとかでやってくれへんかなと思って実はロッキンでずっとロッキンでブッキングキャスティングとかをやってた人がいらっしゃってその人がなんか入院されてで、闘病中なんやってで闘病中のその人のためにサザンが何年かぶりにじゃあもう夏フェスラストをロッキンにしようって言ってその人のためにやろうみたいなでもいろいろストーリーがあっての何かを経てのそう美味しそう魚介豚骨つけ麺。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。ラストボス書いてあるこういう感じじゃないこれが魚介豚骨つけ麺はい。もう香りが押し寄せてきてますねそうね美味しそうすごい美味しそうラストボス綺麗なね、つやつや。いただきますうまっうまいですかうん美味しいねうまっうん。美味しいですねうまっこれ激うまなんやけうどま。背脂がすごい効いてるうんうま。うんうまっうまっなんかちょうどいいピリ辛やなこれめちゃくちゃ美味しいめっちゃ美味しいですこれうまっ麺も美味しい麺もうまいな、やっうん。ぱなんか甘み確かにあるな、ね。めっちゃ甘みがある麺。ラーメンにね、ついてくる海苔、はいどう処理してます？
どうしよう。俺中盤で行く。中盤ちょい後半で行く。中盤で海苔1枚いくってこと？ 1枚いっちゃう。半分に切ることかってこと？僕はもうある程度少量になってからもう細かく切って混ぜて食べる。あ、海苔をほどけさせたと。はい。これもうほんまにめっちゃ難しいじゃないですか、海苔。いや簡単ですよ。で一発食いの人一発食いですね。中盤でこう一発食い浸して。だから1回は海苔の味は1回1回かけてるわけじゃないですか。もったいなくない？いやもったいないね。もったいない。1回なわけな。1回ですよ。でも1回にやっぱ凝縮されてるっていうか、これをやっぱ挟むっていう行事です。ラーメンの中のラーメンを食べる上での行事。あと一海苔。そう、この海苔ってさ、海苔ってこのパリパリの状態から、やっぱ汁につけたらちょっとこう柔らかくなるやん。そうなんですよ。やっぱりジャストタイミングがあるから、もう全部一気にいっちゃう。こっちぎるってことですか？そう、ちぎってもう混ぜて、それはそのずっと海苔の使い方に迷い続けた結果そうなったんよ。あ、見つけたんですか？つけ麺に関してはね。でバターは海苔がほぐれてもいい人ってことやろ。海苔味ってことですよね。パリパリ感が欲しいってことですね。その流派は初めて聞いたな。スープラーメン、スープラーメン、はい。スープラーメン、通常ラーメン、通常ラーメン、ノーマルラーメン。ノーマルラーメン、ノーマルラーメンに関しては僕まだいつ食べてええんやろって思います。やっぱ中盤やな。中盤ぐらいにもうよし海苔を食うぞっていうタイミングで全部浸して、はい、そう浸す、絶対に浸す。じゃあ一緒やん。いやでもそのもろもろまでせえへん。ちょい浸して、まだ海苔の食感が残ってる段階で食うって感じよ。じゃあつけへんやん。じゃあつけへん方がええやん。でこれに麺巻いてが一番ええやん。ベストタイミングがあるわけですよ。海苔がちょいスープ吸ったぐらい。そうそうそう。がええねん。海苔のまあパリパリ感もできないけど、海苔のパリッと感とスープをちょっと吸ったシナッと感のジャストタイミングでいきたいね。ラーメンに海苔入れようと思った人がいるわけや、それがいろんなところに発生したわけや。どういうつもりで海苔置いたのかっていうところは、あんたならどう食うの？最初に海苔置いた人どういうつもりで海苔置いたのか、それが正解なわけやん。最初一番元祖の手ほどきをしてほしいところです。それ知りたい。どういうつもりでどう食べるのが正解としてそこに海苔を置いたのか。海苔手ほどき。やっぱね、正解はないっちゃないけど、どういう人が一番多いか。もちろんその人はどう食べてもらおうがその自由ですよ、っていう状態なわけ。その人的に一番正解は何やったんや。いや多分ちょっと浸して、ちょっと海苔にスープがまとった感じで食うが多分その人的なことだ。だってじゃないとラーメンに入れる必要ないやん。なんならその家系ラーメンってあるじゃないですか、家系でライスって頼むじゃないですか、ライスの上にこの浸した海苔を乗っけて生のニンニクを乗っけて食べるっていう食べ方もあります。ちゃんとその家系ラーメンのなんか極意みたいな。だからご飯と一緒に浸したら海苔を食べるみたいな人もいるし、スープとコラボせん限りは、わざわざスープに入れる必要ないやん、ラーメンに。はい、というわけでこんな感じで西荻窪本当に最高でした。ちょっとまたすぐ行きたいなって思っております。それでは今日はこの辺で。